あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お先失礼します。失礼します。今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやー、ね、こっち方面一緒っすよ。一緒っすね。方面一緒っすね。生まれも近いですからね。いくつでしたっけ？97で29。僕が98で今年28で、まだ誕生日来たのに27なんですけど。じゃあもうがっつり1個下か。もうがっつり1個先輩ですね。じゃあここのタクシー代俺が助かります。すいません、ありがとうございます。それはまあでちょっと似てるもんね。いや、そうなんですよね。YouTube 始めたのいつ？高校2年生なんで2016ですね。早い。俺より早い。これはこっちでは先輩。これはそうだな。これややこしいやつ。2016に YouTube、2016の1月に YouTube そうなんだ。チャンネル作りましたね。俺が17の4月だから、丸1年先輩でございますね。年齢は丸1個先輩で、歴は僕の方が丸1個先輩っていう。ってことはまあほぼ一緒だよね。ただそうですね。ためでいきましょうよ。いきますか。いきますかって言いつつ、多分僕はちょっとこうなっちゃうタイプなので。そうなんですね。このスタンスの方が楽っていう。そうなんだ。ちょっとじゃあありつつで、混ぜつつ、そっか。じゃあ今続いてたら10年11年。そうですね。この前、今年の年始、2026年年始で10年。今11、これ何年目って表記なの？11年目じゃないかな。11年目ってことか。11年目ですね、今。そう。続いていたらまあ今は実は解散じゃなくて休止っていう言い方にしてて、なんかちょっと前の嵐みたいな。確かにね。じゃあ再集結があるかもしれないんだ。まあかもしれないという感じではありますね。明確にそれはもともと高校の同級生とやってたんだよね。そうです。でそのままあれよあれよと仕事になっていってでまあそのグループでやってってっていう、ほぼ一緒なんだけど、そうです多分そうですよね。その先を見てないんだよね俺は。その解散っていうのは解散じゃないか、活動休止か。それはなんで活動休止したの？これめっちゃでもなんか岩田さん分かると思うんですけど、多分めっちゃ分かると思う。めっちゃ分かると思う。めっちゃ分かると思うんですけど、なんか一個は、僕がもともと始まりはもちろんゲーム実況ではあったんですけど、なんかもっと根源的な夢というかがあって、それは僕セカオワが好きなんですけど、世界の終わりが好きなんですけど、中学生の頃に初めてライブに行った時になんかすごくこう感銘を受けたんですね。セカオワのライブはすごいから、セットがすごい。めちゃくちゃ感銘を受けて、でなんかその時にまたライブ来たいなって感情はもちろんあったんですけど、なんかそれ以上に僕も人を僕が味わったのと同じ気持ちにさせたいっていう気持ちになったんですよ。ちょっと嫉妬に近いというか、いいなみたいな、僕もこうそういう気持ちにさせるクリエイティブをしてみたいなってことがあって、で月日が経ってもゲーム実況というものを知った時に、いつかこうオフラインでイベントのようなものを開いてみたい、大きくこう舞台に立ってみたいみたいなことは思っていたんですけど、でもね、一素人がそんな簡単に叶えられる夢じゃないじゃないですか。ってなった時にゲーム実況を使って、ある程度の知名度を獲得すればそれは可能になるのではで高校生の頃の僕は思って、すごい隣の席にいたシャー君ってメンバーに、ゲーム実況やんないって声をかけたところが、実は始まりだった。そうだったんだ。で、それもあってゲーム実況をある程度やりきった上で、いろいろその間でいろんな企画とかでイベント、謎解きとかも作らせてもらったりとか、オフラインのイベントもたくさんやらせていただいて、でもそろそろこうゲーム実況者っていう肩書きを外してもいろいろ面白いこと作れるんじゃないかなっていうタイミングで、僕からメンバーにちょっと休止していろいろやってみないっていう提案をした感じです。なるほどね。めっちゃわかるかもしれない。よかった。てか本当にめっちゃ一緒かもしれない。最初スタートがだからゲーム実況とか YouTube
にゴールを置いてなかったっていうことだよね、置いてなかった、先にゴールがあったからみたいなのはめっちゃ一緒で、岩田さんの場合は僕はめっちゃ本当に似たような話なんだけど、ディズニーシーに行ったのね、高校2年生の頃に、そのディズニーシーの街並み、ベネチアの街並みにちょっと感銘を受けて、こんななんかちょっと心躍らせるようなことをしたいし、こういう空間を作りたい、当時ちょっと建築を目指してたっていうのがあったけど、空間を作りたいみたいなのがあって、でそっからなんかその大学に入って、なんかお化け屋敷とかも好きだったから、お化け屋敷を作ったりとかしてる人のところでちょっとなんか弟子みたいにやらせてもらったりとかしてる時に、いやなんかいつか自分もこんなの作りたいなみたいな思ってて、でもなんかじゃあどうやってやったらいいんだろうで、1個目が YouTube だったっていうはあ、なるほど。今でも思うの、このまま YouTube を続けてることが果たしてつながってんのかなこの先にみたいな。そこでもなんかわかんないですけど、その岩田さんの性格とか的にはなんか自分の中でマイルストーンは置けてるんじゃないですか？ある程度は置いてるけど、なんかほぼ一緒の考え方で、YouTube やってなんか人気者になったら自分に集客力とかがついて、で、お金を例えば持ったら資金力もあって、そうですね、それでなんか新しいエンタメを作って話題性があってみたいな、なんか20歳の頃のイメージはそんな感じだったんだけど、もう当然今もそれはあるんだけど、これをその YouTube を20歳の頃の自分は25ぐらいで YouTube ではもうやめて解散して、自分一人でそういうのやりたいなとか思ってたから、多分本当に似てるんだよ本当に似てるっすね。一緒。でも今じゃあその現時点で、なんか YouTube ちょっと落ち着かせて、っていうのはなんかどんくらい可能性としてあるみたいなのって。いやそれで言うとね、まだ YouTube でなんか満足いく結果を得られてないから続けちゃってるっていう。なるほど。なんか区切りがないと、まだなんて言うんだろう、やっぱもっと上に行きたいなっていうのは恥ずかしい話あるよね。なるほどな。でもなんかあとは今やってる活動をなんかコネクトできるんじゃないかっていうのもちょっと探してる、その道を。なるほど。だからなんかイベントもちょっと増やしたりとか、なんか企画と絡めたイベント、なんかじゃあ心霊スポットの企画をやって、その心霊スポットを使ったなんか期間限定のお化け屋敷的なのを作れればなんかやりたいことにつながるから、確かにそこにつながりそうだなみたいなのもありながら、まだなんかぼんやりそっちの方に向かって進んでる感じ。なるほど。でも確かになんか漠然と空間、だから空間演出系が結構好きっすか？やっぱ、僕も好きなんですけどでも確かそこはゲーム実況は多分ギリギリオフラインに手出すのめっちゃ難しくて、オフラインオフラインって言い方よりかはこうリアル寄りというかの方に手出すのめっちゃ難しいなと思ってて、でもね、やっぱ第2グループさんみたいなそういうリアル系というか、実写でやってる方だと確かにそこの接続もこのゲーム実況ほど無理なくできるというか、だからこそ僕みたいになんかスパッとやめて急に謎解きとか作り出しますみたいなことはしなくていいというか。そっか、そこのゲーム実況とセカオワのライブのような空間の乖離が割とあったから、っていうことだよね。そうなんですよ。そうだよね、確かに。でもやってたゲームがマイクラだったんで、マイクラだと結構世界は作れたんですね。そっか。だから自分で脚本となんか設定とかを全部作って、その建築っていうんですけど、ゲームの中でいろいろ建物とか世界を作って、そこでメンバーを遊ばせるみたいな、ちょっと映画っぽい動画シリーズとかも作ってたんですけど、確かにそのメタ世界ではあるけど、そこで空間を作ってってことだもんね。そうです。いやそっか。なんかそんな感じのことをねずっとやってたら、やっぱもうお話書いたりとか、そういう世界観を作るのが好きで、なんか肩書き最近ちょっとコロコロ変わってるんですけど、なんか最近ようやくこう世界観クリエイターみたいなとこが一番自分の中でしっくりきていて、こう
どんな形であれその世界観を作って、こう僕もなんかディズニーは、めっちゃ行ったことあるわけじゃないんですけど、そのディズニーがどう作られたかとか、イマジニアリングとかドキュメンタリーとか見てたりとかして、ああいう空間自体はすごく好きなので、いずれ僕もそっちをねなんかできるような、名のあるクリエイターにっていう。YouTuber でそのイベントをめっちゃやったりするか動画をずっとやるかっていうのは、結構リーダーの意向によるところが大きいっていう。確かになんか動画を本気で好きな人ってずっと動画やってるじゃん、YouTube でも。編集とかも大好きな人いますよね。そう編集大好きな人もいて、でもなんかこう動画に大体飽きてきたりとか、もう手触りがない感じとかが、なんかもっと面白いことやりたいのに、このなんでスマホの画面の中に収まってなきゃいけないんだみたいなもどかしさから飛び出していきたくなるパターン結構あるよね。それは本当にそうですね。コムドットとかもね東京ドームやったりしてるけど、多分そんなような気持ちだったんだろうなっていう、それの大きいバージョンだったんだなみたいなのは思うよね。僕も最後実は武道館やっててあれもなんか一個の僕の中の形というか、なんかネット発でも別に武道館3日間やったんですけど、すごいな。まずその動員がすごい、ね、武道館3日動員できるってやっぱすごくない？でも、これすごいダサい話ですけど、めちゃくちゃ計算してましたね。埋まるか、埋まるタイミングをずっと見計らって計算してましたね。で埋まるように、4年ぐらい前ぐらいから一人で構想してて、すごいな。武道館要は3days はちょっと予期してなかったですけど、1万人をオフラインに集める方法をめちゃくちゃ考えてはいて、すごい。その事前に僕がたくさんイベントを作って、そこでこうやっぱイベントってめっちゃ信頼大事だと思ってて、1回作った面白そうなイベントとか、そのオフラインのライブイベントとかもそうですけど、来てもらってまた来ようって思うかどうかってやっぱそこの満足度にめちゃくちゃ起因するじゃないですか。だからとにかく価格を下げて満足度を上げて、価格低いけどちゃんといいものを提供して、別に利率より利益は動画で出てるから、イベントの方は利益は少なめにしつつ、とにかく来てもらうことを目安にして、動員数を増やしていったんですね。でそれをこうなんていうんでしょうね、わらしべ的に大きくしてって武道館につなげようみたいなのは4年ぐらい前からちょっと考えてて、すごいわいや俺だってその全然規模違うけど、イベントみたいのやった時があって、そのもう爆死も爆死で大赤字で、去年やったイベント800万ぐらい赤字で、なんかそのそうなんです。事務所入ってた？事務所入ってないんですよ。自分でやってたの？僕がプロデュースとブランディングは全部やってましたね。利益計算もじゃとかも全部管理もしてたってこと？ある程度はやってました。一応経理は別のメンバー6人いたんですけど、やっぱその6人で分担してて結構すごいわ。だから事務所入ってなかったですね。武道館普通に黒だった？黒でした。そのしかもえげつない黒黒の中でもそのどんぐらい濃いの？黒の中のどんぐらい濃い？濃いめ？濃い、さすがに濃いめの黒でした。だからどこまで言っていいんだろう。言っていいんですけど、3万人動員して、チケ代が9000円ぐらいで全部で3万動員して、でプラス5000円4000円と、あれか、だから4500円ぐらいの配信チケットがぐらい売れた。すごいすごい。今だからでもこれはペーパーチケットだけなんで、プラスグッズの販売があるので、グッズが客単価いくつ？すごいぞこれちょっと低めに見積もって、仮にじゃあだとして、約3万人、もうじゃあもうぐらいいってるやんすごいな。すごく計算したらそうなるのかな。すげえ夢あるねすごいわ。それはその5人で会社をやってたってこと？そうですね、6人でした。そう、一緒、多分マジで一緒なんですよ、構成が。会社でスタッフもいるってことだよね。スタッフも下にいるんですけど、基本はトップは6人で、その中でも
あんま表立っては本当に言ってなかったですけど、割と僕がブレインで基本的には方針とか全部握ってましたね。まあ代表とで、代表として、はい、意思決定は僕が、それこそ外からなんかこう案件やりませんかとか、うち案件もゼロだったんで、基本受けないんですよ。この宣伝でこのゲームやってくださいとかもうちは全部基本的には受けてなくて、なんか完全に自分たちので自走しようみたいなマインドセットではずっとありましたね。ごめん俺行方がすげえ気になってるそれはあくまで売り上げじゃないですか。まあ武道館ってもちろん箱代もかかった上で、もともと道場なんで何もないんですよ。更地なんですよね、でそこに座席のセッティングと会場設営費が別途でかかってくるのと、しかも凝りそうだもんね、舞台とか。はい、いっぱい凝りました。そうだよね、はい、だから結構そこに予算使ってグッズも原価もあるし、でイベントスタッフとかもあるから、まあちょっとじゃあ多めに見積もらせていただいて、かかったとしましょうの行方がどこに行くんですかそれはもうメンバー、ある程度当然ね代表が多めにもらいつつ、みんなある程度じゃあもらってそれぞれのやりたい道に行ったみたいな感じなのかですね。基本的には退職金みたいな話だもんね。退職金みたいな話ですね。いやすごいわ。でも、なんか僕はここまで喋っといてすごい嘘だろって思われるかもしれない。本当にお金に興味なくて、武道館やれたらいいと思ってたんですよ。黒出りゃいいだろみたいな気持ちで、なんか基本方針としてうちで言ってたのは、僕は凝り性なんで、いろいろお金は使いたいっていう上で、そのイベントで1円でも黒が出たらもう許してくれって言っていいですね、ずっとやってたら、少しずつ僕が基本構成組んで、作ることが多かったイベントなんですけど、なんか面白い、仲間が作ってるものだったらって言って来てくれる人が少しずつ増えていって、ありがたいことに少しずつイベントでもぶっちゃけるとイベント最初からもう初めてやったイベントから黒ではあったんですけど、すごいな赤を出さないね。俺赤出したことないんじゃないかな、今までやってきたイベントの中で。しかもそれ自分らでやってるっていうのがやっぱすごいな。特に武道館 3days を自分たちが主体となってやるってことは、もう要はなんていうの、舞台設営とかの打ち合わせもしたりとか、もう全部出てましたねってことだよね。それはすごいわ。僕が武漢さんに指示を出して武漢さんを動かすとかもうやらせてもらってましたし、変な話、普通そういうイベントやるときって、例えば共同東京さんみたいな、そういうイベント会社さんが入って、そこがお財布になって、で基本的には 9,8 割ぐらい出資して、箱代抑えるとか全部やってもらった上でやるんですけど、そうなんだ。そうなんですよ。でだから演者とかは演者フィーと、ギャラだけなんだ。ギャランティーと、あと構成とか参加してたらその分みたいなのが多分一般的なんですけど、もうギリギリキャッシュがあったんで、グループに。だから出資ゼロでやったってこと？ゼロではないんですよ。ゼロだとちょっといろいろ大人の都合で面倒なことがあったんで、でも多分、余裕で半分以上はうちのグループで持ってたんで、その分裁量権が与えられるというか、僕が演出に口出せるようになったっていう。確かに株の論理だよね。そう50% 以上持ってるからね。そう持ってるから、僕がなんか、いやちょっとここも特攻使いたいですねみたいな、特攻ちょっとアサインしてくださいって言ったら、分かりましたって言ってやってくれる環境は作ってました。いやそれはねすごいいやそれすごいよ。20代でやるのはね、すごすぎる。すごい貴重な経験させてもらったなと思いますね。そうだね。ちょっとごめん、ここのタクシー代はじゃあ出してもらってじゃあ今日はちょっといろいろね話もそうですよね、聞いてもらって気分もいいんでいやびっくりしたな。でも僕ちょっと話それるんですけど、第2グループさんは、YouTube 始めた時とか、それこそ多分僕が一人いたわ、実写で仲いい人。水溜りボンドのカンタさんはお友達なんですよ。そうなんだ。たまに連絡来てそうなんだ、飲んだりするんですけど、ご飯食べたり。するんだ。俺もするよ。この前先月行ったよ。じゃあぜひね。もうね、あるっすね。確かにまた全然あるな。カンタさん確かにカンタさんも
クリエイター気質というかね、そういうのを仕掛けるの好きな人だもんね。うちの武道館のドキュメンタリー入ってくれてて、そうなんだ。アークスで、はい、アークスでそういうことなんだ。で DVD ブルーレイも作ってくれたんですよ。へえ。そこもちょっとそこの間に、うん、元日本放送の石井さんっていう、オードリーの「オールナイトニッポン」とかを担当してた方がいて、でその石井さんがカンタさんと仲が良くて、石井さんが僕らの、武道館のプロデューサーで入ってくださってて、そのつながりでなんかカンタ映像の今仕事してるし、なんか YouTuber 同士だからその DVD とか作ったりとか、それこそドキュメンタリーみたいな、なんかこう密着やるんだったら相性いいんじゃないって言って、紹介してくれて、そこからちょっと仲良くさせてました。そうなんだ。へえ。カンタさんつながって、カンタさんもあれやってたもんね、オールナイト。やってましたね。それつながりで。そうです、タイミングで、そうだ、話止まっちゃったんですけど、で当時その水溜りボンドさんとかもグイグイ来てたぐらいの時期に、実写を僕もチラチラ見るようになってて、そこで第2グループさんの、ディズニー行ったふり行くふり選手権、あれを見てゲラゲラ笑って、恥ずかしいな。最高な企画だなと思って。本当に恥ずかしいよね。いやでも予算ゼロというか入んないんだもんね。そう、お金をかけないで、そうだよね、あそこまで面白いことできる、そのなんかこっちの想像力を使われてる感じがすごく心地よくて僕はすっごい好きな企画だったんですよ。ディズニー行ったふりをし続けて結局入んないみたいなやつね。行きの道中の電車とかでディズニーっぽいことを言うと得点がもらえるみたいな、そんな感じでしたよね。そんな感じ。ちょっとおぼろげながらの記憶ではあるんですけど、そのディズニーっぽいものを身につけてくるとか、やったね、あんな時期も本当に YouTube を舐めてたからね。いや俺でももちろんその後とかのその鬼ごっこ系とか、そのスケールの大きくて、編集がものすごくすごいっていうのはもうすごくいつも見ていて思っていたんですけど、でもなんかその僕映画の中でもやっぱその予算低くて面白い映画好きなんですよ。インディーズっぽい、ね、そう、インディーズっぽい。でもその脚本が面白いから見れるみたいな、そのワンシチュエーション型とかが多いと思うんですけど、なんかそれに近い、まあね。いやあれはでも本当最初の1年ぐらいだから本当にもう俺はその将来的にはそのディズニーみたいなの作りたいんだみたいなの言ってて、1年間ぐらい本当に伸びなかったから、登録者もね、1000人ぐらいだったから結構。でも同じぐらいですよ。僕らも全然伸びなかったんで。どんぐらいきっかけで行った？何年ぐらい？最初下積みというか。でもうちバズってないんですよ。じわじわ。はい、ずっとじわじわ10年50万って感じです。まあね、ゲーム実況はね、単価高いからね。言い方単価高いっていうよね。継続視聴がいいみたいな話ですね。あとシンプルに広告の単価1再生あたりって聞くけどね、なんかマジで当時そういう俺らみたいなエンタメ系のその、いわゆるなんか王道のね、ザ YouTuber みたいな、とかって 0.1 円とかって言われてたじゃん。言われてましたね。で確かに大体そんな感じだったんだけど、なんかどうやらゲーム実況やってるやつらはなんかこれの5倍以上あるらしいみたいな噂が回ってきた俺らの方で、いや料理系はそのさらに倍だぞみたいな、なんかすごその業種によって単価が全然違うんだみたいな話は当時めっちゃね回ってたな。そうなんだ。まあでも多分それは見るその視聴者層が違うってことですね多分ね、バラエティ系はちょっと年齢が低くなったりするからとか、あとはそのいろんな人が見るから、広告主目線のターゲティングがしにくいっていう。なるほど。だから費用対効果が広告予算悪いから下がっちゃうっていう。めっちゃ腑に落ちるなるほどな。料理系は料理系の広告の会社が料理好きな人にさ、打てるから、別に単価高いんだけど、キッチン用品とかもね当てやすいですもんね。そうだから趣味系は全部高いっていうね。ゴルフ、釣り、車とか絞ってるやつはユーザーがもう固まってるから単価高いみたいなのがあって、すげえ勉強になるな今更だけど、いやめっちゃ今更です。もう、そんなにやってないですけど、ゲーム実況だからゲーム好きな人が見てるし、長いしね。確かに動画時間はかなり長いですね。なんでゲーム実況やろうになったの？最初は普通に YouTube やろうにはなんなかったの？なんか人にファンをつけないといけないと思ったんですよね最初に。その影響力を持つというか、だから仮にね僕が
高校生の頃の僕がもうこの世界で一番面白い何かを発明したとしても、まあ、誰にも届かなかったら意味がないからと思ってて、だから人にファンがつけばそこに興味を持ってもらえるかもしれないと思った時に、人柄が一番出るのは何だろうって思うと、外的要因がちゃんとないといけないなと思って、その外的要因っていうのが僕の中でゲームだった。ゲームの乱数に踊らされたり他の人のプレイングを、まあ、それがなんていうのリアルで言ったら叩かれたり、そのボディでなんかねツッコミ叩かれたりとか、まあそれこそねなんだろうな、まあコミュニケーションありつつ、なんかゲームっていうものを介した方が、見てる人がそれを咀嚼しやすいかもって思ったんですよね。ルールがある以上、感情の再現性があるというか見てる人のはなんかゲーム実況の良きところかなと思って選びました。ゲームもともとやってたのそのメンツで？やってました。ああそれもあるか。そうですね。でそれをなんか思い出として最初撮り始めるみたいな文脈から始まって、なんか少しずつ自分たち企画考えて遊ぶのが楽しくなり、気がついたらあれ就職せずみたいな感じでした。そうか。大学はみんな行ったの？大学行きました。頭いい高校？まあ高大私立一貫。じゃあ高大私立一貫、まあじゃあ小中高大というか小中高大じゃあ結構頭いい学校だったのか。頭がいい学校寄りだったかもしれないですね。だとしたらすごいよね。就活みんな捨ててやったってことだもんね。やりましたね。それはすごいね。一人も離脱しなかったんだ、その時に。してるメンバーも一人いたんすけど、まあでもそこはみんなで5人が合わせてみたいな感じでしたね。へえ、そうなんだ。いやちょっと2人で飲みたいね。そうっすねこれは尽きない。そうだね本当に尽きないですね。まだ全然触りだもんね。触りのそのえぐみのある部分というかまあ多分もっと甘くて美味しいとこ絶対喋ったら出てくる気がするんで。そうだねじゃあちょっとまた行こう。行きましょう行って送るわ。お願いします。じゃあこの辺で降りますか。そうですね。はい。タクシー来ました。乗りますね。来た。じゃあ僕先乗ります。はーい、お願いします。運転手さんすいません。磯丸水産お願いします。めっちゃ海鮮やん磯丸。いやーこんな近くにあったらよかったんですけどね、ないんすよ。ないんや。どうしても行きたい。どうしても行きたい。磯丸水産どうしても磯丸がいい絶対そこがいいんで。もう今日は磯丸の日。はい、なんで行かせてください。行きましょう磯丸。まあそこまでちょっとまあ食べりますかということで、共通点がありまして、本ひまさんと共通点あるかな。共通点あったじゃないですか。まあ確かに共通点あった気がする。ペット飼ってらっしゃいますよね。飼ってる。実は僕は
猫と犬お飼っワンちゃんてるんですよ。にゃんちゃんそうなんですよ。珍しくないですか？あ、いや、ワンちそゃんにゃうんでちゃんすかね。珍しくないか。珍しくないと思いますよ。インスタグラム見ると多分いっぱいいるかも。うわ、ちょっとさ、インスタなんだ。インスタちょっと見てないっすね、最近は。あれ見てないんすか？おしゃれだ。いや別にインスタ男子みたいな。いや別に今そんなでもないでしょ。そうなんだ。おしゃれもうポスト。X ね。ですX ね。はい、X。私は猫3匹飼ってますよ。めっちゃ飼ってますね。にゃんにゃんにゃんで。にゃんにゃんにゃんで。はい。やっぱ猫大好き。やらせていただきます。はい。いや猫いいですよね。まあ。なんか猫と犬って喧嘩したりしないんですか？仲良くなってほしいんですけど、そのやっぱね、まだ、犬の方が、もうそろそろ1歳になるんですよ。あ、まだキッズ。もうキッズもキッズなんでで猫の方が、今年9歳になるんで、じゃあめっちゃ大人そうなんですよですよね。猫年齢というかで人間年齢でいうと、はい、そうですね。でメスとメスなんで、ほんとお姉さんですよね。お姉さんでやっぱ犬からするとやっぱお姉さんと遊びたいんですよね、すごく。遊びたい。一緒に遊んでくれっていうような感じで行こうとするし、やっぱ追っかけるような感じで勢いよく行っちゃうんですよ。かわいい。はい、そうするとやっぱ猫側がめちゃめちゃ警戒して逃げるみたいな感じで、高いとこ乗ってとかで、あわよくば猫パンチがもうめちゃめちゃ起こるんですよね。一人にしてよ。いやそうね、猫パンチをやっぱ何回か食らってることによってやっぱちょっと怖いみたいな。それ叩かれたら怖いですもんね。お姉ちゃん怖いみたいになってて、なんかね、この範囲内からはいけないみたいなのが結構発生してて、近くに行くんすけど、バリアがそう近くにまでは行くけど、なんかそこの範囲内には入らない、そこに入ったら切られるみたいな感じの行動を最近してて、でほんと入ったら追っかけ回されて叩かれるみたいな、うずくまるようにしてガードするみたいな光景がちょっと最近見られる。あるんだ、自分のテリトリーみたいな。いやそうっすね。でもなんか追っかけられてる時とかその後を見ると、なんか猫の方もなんかまんざらでもないような感じがして、実は遊びたいんじゃないのみたいな感じの顔をしてる時もあるんですけど、ちょっとまだだからやっぱ仲良くなれるようでなれないみたいな感じなんですよね。お姉さん9年ってなるとだいぶ人生の先輩ではあるかな。いやそうっすね。やっぱ構えって、ちょっとまだそう自分を構えっていう感じもすごいありますし、だって一人自分で来てたお家がなんか来たってみたいな。いや嫌でしょうね、やっぱりね。なんかシェアハウス始まったみたいななんでみたいな、そんな感じなんだと思いますよ。やっぱちょっと時間かかるのかなって感じですけど、ほうひまさんの方は仲いいですか？3匹。いや、うちも仲いいっていうよりかは、なんかちょっとまあ女の子男の子なんですよ。なるほど。でその男の子はどっちとも仲いいんですけど、女の子同士がまあまあなんというか縄張り争いだったりとか、男を取り合ってみたいな今日はどっちと寝るかみたいな、なんかベッドちゃんと3つ用意してるんですけど、その男の子が結構のんびりタイプの男の子がこう好きなとこ寝て、であと1匹ぐらいが収まるベッドなんですよ。なるほど。で今夜はどっちに偏るのかみたいな。でなんか1匹やったら1匹嫉妬するんですよやっぱり。でなんかちょっとシャーってしちゃったりとか。うわ、そんな。なんかそうなんですよ、機嫌悪い時は。でなんかそんないや大丈夫かなって思ってたんですけど、まあある程度なんかテリトリーを別にし始めて、ただまあちょっと遠目にしたんですよ男の子を。じゃあまあ
あよくはなったんですけど、やっぱりその嫉妬というか女同士の争いみたいなのは未だにあって。そうなんすね。そうなんですよ。でもこの間、はい、男の子だけを美容室に連れてったんですよ。カットしに、はい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 、サマーカットしに行った時に、はい、女の子同士2人になったんですよ、家で。おお。で喧嘩するかなと思って初めてだったんで、はい、って言ったら意外に仲良くしてて、おお。あれこれ男の子が原因やっぱりちょっと罪な男ですね、多分ね。そうです、罪な男だったんですよ。で、意外に帰ってきたら寝てて一緒に。うわ、あれみたいな。で、あれこれ仲良くなったかと思って次の日見たら、やっぱ喧嘩してました。やっぱ取り合いになっちゃうんだ。はい、ワンちゃんニャンちゃんとはまた違うんですけど、やっぱなんかちょっと人間味ある猫たちだなと思いつついや、そうっすね、だいぶ人間味あるな。いやでもあるんだと思います。そのテリトリー、自分のものだっていう何かがあるんかなっていう。でもその、オス猫の方はもう何も気にしないってことですもんね。何も気にしない、もうお腹出してもうご飯食べて寝て、ね、もう言ったら気にしてないです、何も。すごいな。もうマイペースです。その埋まってるってことが逆にないんですよね。その要はオス猫の寝るスペースがないみたいなことが発生しないんですよね。ないです。なんかもう自分は自分で俺は生活してる。ただ隣に女の子がいるだけっていう。すげえ罪な男だな。罪な男なんですよ。そうなんです。みんな同期みたいなもんなんですけど、年齢的にも。はい。でもなんか三角関係、三つどもえみたいな。いやー、すごいな。そう。でも罪な男がいなければ女同士仲良かったっていう。どういうことみたいな。楽しいですね。ちょっとその模様楽しい。めちゃくちゃなんか関係性見るのが今おもろ。何歳ぐらいなんですか？今3歳とかかな。同じぐらい。4歳とか3歳か。同じ。3歳4歳ぐらいの。333かな。333。まだまだ若いっすね。若いけどこれから先どうなるかな。年老いてきたらまあ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 あ。初めてですか、その猫3匹が？いや、実家ではワンちゃんが4匹ぐらいいて。いるな。いるんですよ、4匹で。もう金魚もヘビももう鳥もウサギもいました。動物園？動物園です。何？すごい。てかそれで思い出したんですけど、本山さん兄弟も多くなかったでしたっけ？そうなんですよ。そこも動物園みたいな感じで8人ぐらいいて。8人？はい、みんな動物が大好きで、それこそお母さんお父さんがすごい動物好きで、はいはいはい、もうほぼお父さんお母さんの希望でワンちゃんもニャンちゃんもウサちゃんも。すげえ。で面倒は兄弟と一緒に見るみたいな。超珍しいって言われません？8人兄弟。言われます。なんかもう周りにいませんね。いないっすよね。なかなか兄弟多いのは。いやー、俺もやっぱ おばあちゃんとかおじいちゃんとか、そういう世代の人たちはなんか兄弟多いっていうそのイメージが実際多いですよね。そう多いです。昔の方は多いんで、そこでしかあんま聞いたことないですね、8人兄弟とかって。そうなんですよ。でも楽しいですよ、めっちゃ。どの位置なんですか？真ん中です。真ん中。はい、真ん中っ子です。へえ。ちょうどいい感じに適当に育ちました。なるほど。お母さんがちょうど慣れてきた頃合いに子育てがはい、のんびりマイペースに育てられました。年の差とかって結構あるんですか？あります。なんと、あります。で仲はいい？仲いいです。めちゃくちゃ仲いいです。年の差があるのに仲がいい。なんか年の差は一番下のことはあるんですけど、私お兄ちゃんお姉ちゃんはそんな年の差がないので。そんな離れてない。そうです。なんで階段形式に
行くと一番下とは離れてるんですけど、上とは離れてなくて、なんかそれこそゲームしたりとか一緒にしてくれますね。そうですよね、格闘ゲームとかそのやってたって言ってらっしゃったですもんね。そうです、なんかカスタムとか家族にやってもらったりとか。面白何それ。そう、なんかオーバーウォッチってゲームあるんですけど、オーバーウォッチは5人でやるゲームなんですけど、そうですね、それこそフルパで家族で行ったりとかやばすごい。そうなんですよ。下手するとだってそのうち大会できますよね。大会できるかも、本負けで大会できるかもしれない。そうですよね、なんか44でなんかできるみたいなことですもんね。できます、全然44でできる。すごい。だお父さんお母さん入れたら55だ。お父さんお母さんも格ゲーやってるんだよ。できるかもね。やば。5on5 できる。できる、55できる。すごい。すごいな。確かに面白い。夢ある。夢ありますね。みんな呼ぼう。みんなそれでみんなで遊びましょう。いや、そうっすね。ドンさんは逆に兄弟とかと兄弟いますか？はい、兄がいて、兄のみなんですけど、8つ離れてるんですよ。結構離れてて、なんで、結構その言ったら可愛がられてて、小さい頃は特に、そんなになんかその喧嘩とかが起こらなかったっすね、全然。確かに8個も離れてると喧嘩起こんないですよね。全く起こらずで、力の差が違うし、もう違いすぎてでなんかでしかも当時実家が兄と同じ部屋だったんで、だからなんか何するにも基本そんなだ兄ちゃんがやるゲームを見てるとか、一緒にゲームするとかもそうだし、なんかお笑い番組見るとか、そういうのも結構一緒になんかやってた感じでしたね。いい、めちゃくちゃ。結構兄弟でゲームってするんだ。いや、しましたね。てかなんか格ゲーもそうなんですけど、多かったのが兄ちゃんがやっぱ家に友達を呼ぶんですよ。呼んで2人とか3人とか来るんですけど、その中に混じらせてもらうみたいなことがめっちゃいい結構あって、なんでなんかついてくる知識が8つ上の世代のその知識がついてくるみたいな感じが多くて、ちょっと上の世代の。そうなんですよ。だから漫画とか結構上の世代のやつを俺は知ってて、そっか。そうで学校行ってそういうのを話すと全然誰も知らねえみたいなジェネレーションギャップが生まれるんだ。すごい。8も違うと生まれますよね。いや、そうなんですよ。で全然そういうのが噛み合わない時期みたいなのありましたね。なんか俺の学校の友達面白くないみたいな話全然合わないんだけど、もうマリオシリーズでもだいぶ8年も経てば違いますよね。そう違いますから、だいぶ違うか。3D になってるかなってないかもありそう。そうなんですよ。8年も経てば。そうだからその辺ちょっと一時期早く帰りたいみたいな、帰って兄ちゃん今日友達呼んでないかなみたいな思ってた時期がやっぱあったっすね。めちゃくちゃいい。お兄ちゃんの友達とはお話し合うけど、そう学校行くとなんかなんだみたいな話合わんなみたいな面白い。そうでもそれなりに話すんですけど、自分から閉ざしちゃうみたいなことはなかったんですけど、話はするんですけど、いやなんかあれこれ知らないんだみたいな。だからなんかその漫画の北斗の拳とかそういうのを俺が一方的にやってるみたいな全然知らないけど勝手に飛行をついて遊んだりとか、そういう遊びをしてましたね、勝手に。大人だ。でもそうですね、クラスの中ではそうです。ちょっと大人な感じなんだ。めちゃくちゃいい。でもなんか別に大人だとは思われてなかったですけどね。それなんかただ知らないやつをやってくるやつみたいな確かにそんな感じの印象でしたけど、8年っていうとお父さんお母さんでもないし、いやそうなんですよ。ほんと微妙に知らないっ
世代になっちゃうのかな。ほんと一世代上というかですね。なんでアニメとかも違うか。北斗の拳違いますね、やっぱ。確かに漫画も流行り物がねそうで違いますよね。ポケモンも違いそう。違いました。ポケモンが周りはすごいやってたんですよ。はいはいはい。ポケモン僕もとりあえず流れには乗ってやったんですけど、やっぱ全然ハマらなくて、それこそ兄もやってなかったんでポケモンは。そうなんだ。そうなんですよ。だからなんかいまいちとりあえずなんか一周は終えても、なんかそこからなんか友達とかは何周もして楽しんでるけど、自分は全然ハマらずで、だからほんと最近っすよ、ポケモンというものを少しずつ最近はい知っていってるみたいなのは。じゃあ昔のポケモンとかわかんないみたいな感じなんですか。第一世代とか初代のポケモンをギリ知ってるぐらいで、その初代のポケモンでも限られてるっすね。なんか100何体いるじゃないですか。言います。初代は何匹だったっけ。少なかったですよね。少ないです。でも全部知ってるわけじゃなくて、本当一部ですピカチュウだったり有名な、そう有名どこを知ってるなーってぐらいで、最近で言うとヤドンがすごい好きで、ヤドンかわいいなー、マジでかわいいと思って、等身大ヤドンのぬいぐるみをおすすめしておきます。そうなんかあるらしいですね。ありますよ。別途占領されますよ。いやめっちゃ気になってますよそれ。そうあるって話。ヤドン出てくるのがヤドンなのもなんかいいですね。ドンさんっぽいです。ヤドン。ヤドンめっちゃ可愛いと思って。なんかのんびりしてそうなところが似てます。それポコはポケモンで知ったんですよ。ヤドン出てくる。名前は知ってたけどどういう感じなのか全然知らなくて、ポコはポケモンって喋るじゃないですか。本来は多分喋るみたいですね。なんか本来は喋らないけどちゃんとなんかセリフがついてたりするんで、っていうのもなんかすごい合ってるみたいで、その雰囲気がなんかそれもあってすごい好きになってっていう。いいですね。だから最近知り出したっていう。ポケモンって珍しいですね。最近ポケモン知り始めるっていう。珍しいかもです。ポケモンって可愛いんだっていうのを知るっていう。わかります。でも世代のポケモン、自分はポケモンザ・ポケモン子だったんで。なるほど。ポケモンじゃあやっぱ全部やってるんですか。全部はやってない。それこそ初代のやつは、なんか最近リメイクされたやつをプレイしたみたいな。あれやりました最近。緑。ポケットモンスターリーフグリーンっていう。多分一番最初のポケモンのリメイクなのかな。僕が緑ってありましたよね。ありました。赤と緑と、あとなんかおまけというか限定で青があって、で自分がやったのは青だったですね。ゲームボーイとかで出てたやつですね。多分それがその時期のやつ。リメイクされてってやつですよね。なんかめちゃくちゃ綺麗で。そうなんですね。リメイクだからだと思うんですけど、こんな感じだったんだみたいなのをちょっと味わえて。やっぱそのポケモンってあれですか、やっぱ自分が好きなポケモンをめでつつ成長させつつ、そうかもしれないですね。勝つのが楽しいみたいな。自分の推しはミルタンクっていう。ミルタンク。そうなんですよ。最近はちょっと出てきてないんですよ、表に。そうなんですか。そうなんです。もともとはハードゴールドっていう金と銀。赤青の次ですかね、多分第2世代の。もともとはソフトで、私はハードゴールドってそれこそまたリメイクでやったんですけど、その中に出てくるミルタンクが超可愛くて。でも今調べましたけど可愛いっすね。可愛いでしょ。ミルクのみとかも母性が溢れるポケモンなんですよ。牛なんすね。牛がそうだ、ピンクの牛なんですけど、その子ノーマルなんですよ。ノーマルポケモン。
ねえやっぱポケモンって相性あるじゃないですか。なんかめっちゃありますよね。炎とか水には何が強いとかノーマルなんでもう相性考えずにその子を5匹ぐらいで殿堂入りしました。そうクリアまでめでつつ。ノーマルってのもいるんですね。その特に属性無属性みたいなことですよね。あ、そうです。無属性でただありますよ。無属性はゴーストに効かないとかもそうなんですか。あるんですよ。その相性ですね。なるほど。じゃあやっぱ1匹だけじゃってことでやっぱ5匹ぐらい連れて相性を考えながら戦うみたいな相性考えながら戦うゲームなんですけど、私はそのポケモンが好きすぎて相性関係なくその子だけでパーティーを染めてました。やっぱいや俺もやるならその方向がいいなと思っててやっぱ好きなポケモンね。そうですね、それが絶対楽しいだろうな。宿みたいなそれ可能なんですか。宿キング可能ですよ。可能なんだ。ただ個体値が違うからあれですよ。全く同じポケモンではなくて個体差はあるんで。そうか性格もあるんで、このミルタンクは意地っ張りだな、このミルタンクはしたたかだなみたいな。そんなあるんですか。ありますよ。ポケモンは深いですよ。深いな。そんなあるんだ。深いんですよ実は。そうですよ、あります。いや確かにその相性が多すぎるから、まあ本当に深いゲームなんだろうなと思ってたんですけど、そんな性格まで変わるとは思わなかったっすわ。性格によって攻撃ステータスが高いとか。そうなんだ。そうめっちゃ楽しい。対戦も楽しいし、ポコアポケモンみたいなのんびりしたちょっと建築したりとかするのも楽しいし、ポケモンはもういろんなところで活躍しちゃう人気作品。マジか。人気キャラたちなんですよ。ぜひやってみてください。対戦。そうですね、ちょっとやりたいですね。そうですね、この続きちょっともうちょっと聞きたいんで、磯丸水産で聞いてもいいですか。磯丸で聞きましょう。なんかついたみたいなんで。もうついたんだ。もうつきました。今回もなんか近かったな。そうですね。1メーター。じゃあ降りますか。降りましょう。降りましょう。ポケモンいいですな。よいしょということで、今回もなんか奇跡的に同じ運転手さんじゃねそんなことあるこの都内でマジで奇跡的な確率だけど、じゃあいつものとこまでお願いします。またよろしくお願いします。ということで、またもザクレさんとこうやってタクシーで話す機会あるわけなんだけども、今日もよろしくお願いします。お願いします。いや大会がさ、なんかガチで大会のさ練習をするときってなんかどんな生活をしてる？なんか配信活動とかっておろそかになったりする？
まあおろそかにはなってた時はあったけど、うん、なんか大会に向けて何かをするみたいなことはそんなにはやってなかったですね、言うて。あ、そうなんだ。もうただひたすらも練習あるのみみたいな、うん、大会想定みたいなのはなくはないけど、やっぱり空気感が違いすぎて、うん、想定できない。あ、そうなんだ。大会専用の練習とか別にないの？そうだね。確かにポケモンはそういうのあるよね。あるある。環境がそもそもみたいな話もあるし、なんかなんだろうね、めっちゃ刺さってるマル秘戦術があるとして、それがなんか大会当日までに世間にバレるかバレないかみたいなとか、なんか最近裏でこっそりあれ流行ってるから、あれは多分勝ち上がってくるだろうからそれに強い戦術を練り込もうとか、いやあるんだよ、ガチで。あるよね、ポケモンはね。そう、あるんだよ。最近もなんか俺見たけど、大会でなんか一番使われてるメガのポケモンはみたいな、やつとかがランクマとはやっぱ違うみたいな、そう全然違うみたいなの見て、でそれに強いポケモンが結構勝ち上がっててみたいなのを見たし、やっぱそういうのがねありそうですね。そう、じゃあそうなんだ。スマブラは別にないじゃないのか。ないんですよね。みんな各々自分の腕を上げていくだけで、その環境とかもあんまないから。なるほどね。情報隠すのも無理だし実はこいつ裏で練習してるぞとかないから、なるほどね、なんかまあ例えばだけど、ほんと10年前の話急にしてあれだけど、なんかね、俺の世界優勝した次の年の話なんだけど、2016年で、なんか普通に練習してて、なんかめっちゃ強いやついるなって思ってて、野良で。でも全然誰も使ってないポケモンだったの。ライチュウとかカポエラとか。でもこいつ強いなって思ってたの。でこいつに勝てるようになんかガルーラに噛み砕く入れようとか、なんかちょっとマイナーな技検討したりとか、なんかするようなことがあったんだけど、正体は不明だったんだけど、蓋を開けてみればそいつが世界優勝したの。マジで？やばいね。どんだけゲームうまいのそれ。なんならなんかそれ同じ構築使った人が世界優勝トップ4トップ8みたいな、もう最強の構成だったんだ。実は歴代最強レベルのそのなんだろうね、結果残した同じ構築みたいな感じだったりとかして、なんか本当に強そうなやつがいたらそれをメタルとか裏でしか出回ってない何かがね、そういうなんかめっちゃ特殊な練習法じゃないけど、大会への臨み方とかもねあったりするけど、ポケモンならではな気がするな、それは。いやそうだよね、あんまない気がする。カードゲームとかでもさすがにそこまではないだろうしね。そうだね、あんまイメージないな。一応あるのかな、そういうことも。でもかなりポケモン以外にあんまり思いつかないような感じだったりする。確かに。なんかさ、スマブラって人の家に集まって練習とかしてない？なんかいやしてる結構、最近でこそねちょっと減っちゃったけど、そういう文化も。そうなんだ。もともとはねもうそればっかりだった、むしろ。そうなんだ。ニエトノさんの家に集まるだとかさ、そうなんかそういうの結構見たりとかしてたけど、もう昔は公募してたからね、ツイッターで公募してる人とかいたから、うち練習今日やります、来れる人募集みたいな、募集とか言って行きますとか言ってへー、今だとやっぱ人口も増えちゃったしね、さすがに危険だからちょっと公募はなかなかないけど公募なくなったんだね。今公募してたらやばいでしょ、さすがに、確かにすごい、知らない人でもなんか行っていいですかみたいな、なんかそういう感じになったりするのかな断るのもちょっと気まずいみたいな、いやあると思うんですよ、感じだったりとかするのかな。なるほどね。なんかなんだろう、優勝するためにはこいつを乗り越えないといけないみたいな、なんか強い人ってなんか何人かやっぱいるじゃん。いるっすね、もちろん。なんか俺スマブラ全くやってないけど、強い人の名前とか大体知ってんの。おお、イメージ的にはね、みんな長いからね、もう。そうって感じなんだけど、なんかそういうキャラのなんかキャラ体っていうのか、なんかめちゃめちゃあるっすね。そういう対策みたいなとかはある、さすがにある、めちゃめちゃあるっすね。それはある。キャラクター多いんだけど、もう人によって違いすぎて勝てる勝てないっていうか、ただその強さの数値で表すっていうよりは、もうなんかその人一人一人がもう違いすぎるから、ちゃんとね考えてやらないといけなくて、
難しいところではあるですね、スマブラの。そうだよね。確かなんか練習しようと思ってもしようと思ってもできるようなもんじゃないのかな。そうだね。単純にキャラの相性がね良くないとかもあるし、人相性みたいなのもあったりするよね。人相性とかもあんだ。割となんかね、大会の成績で見たら本当に同じぐらいの強さだな、この2人はみたいな、並べてもでもこの人とはこの人にはもうマジで 10回連続で負けてますみたいなのは全然ある。それキャラ相性だけじゃなくて人相性も込みで10連敗みたいな。キャラ相性も結構あるしみたいな。そうなんだ。だから結構大変、その強くなっても大会でちゃんと勝つっていうのが結構大変なゲームではあると思う。なるほどね。なんかポケモンさ、なんか若い人でも強い子が結構いたりとかしてね、なんか23、それだと別にザクレさんとあんま変わんないかもしれないけど20ぐらいの子とかでもめっちゃ強いやつとかいてね、頭角現してきてるようなやつとかそろそろ出てき始めました。スマブラポケモンもね。スマブラもやっぱ若くて強いやついる？いやもうどんどんもう世代交代がえぐいっすよ。なるほどね。俺ももうずっと振動って言われてきたのに、もう今やもうジジイ枠みたいになってきて。ジジイ枠なんだ。24、5歳とかなのに。もうそんぐらいね若い子が来てますね。そうなんだ。マジか、若い子。ポケモンでもこれからじゃないですか。そうだね。チャンピオンズも来て、これからそのね、最近始めて頭角現す人がね 1,2 年出てきてもおかしくはないですよね。いやそうだよ。なんかね、若い子ほんと強くなってきてほんと怖いけど、それでも食らいついていかないとなとは思ったりするけど、最近の海外大会でもなんかトップ8で日本人の若い子と当たったの。そいつはなんかすごい勢いあって、なんかシニア部門、なんか中学生部門とかで世界優勝したこととかもある子なんだけど、そいつがなんか大人部門のマスターに上がってきても強いってことで、すごい20歳とかなんだけど、勢いあって、でその子とトップ8とかで当たったけど俺の運が良すぎてなんか勝ったみたいな。いやポケモンは結構そのオジの貫禄見せつけられそうではあるんですよね、ゲーム的に。そうだね、結構オジも食らいつけるところはある感じはするからね。スマブラは結構やっぱねオジの貫禄見せつけようとみんな頑張ってるんですけど、若者のフィジカルにねやっぱね、結構圧倒されて負けることも多いんで。そうなんだ。ポケモンは結構その辺はもうオジの、もう経験でねじ伏せられそうな部分はありそうです。確かにね。そうだよね。反応速度ゲーじゃないからね。実際には反応速度みたいなそんなにはないねんけど。ないんや。ないっすね実際。ないんだ。差は。へえ。めっちゃそれが全てぐらいのイメージそうだったけど、そうでもないんだね。そうでもないですね。ユナイトはでも今のユナイトはね、もう俺がやってた時とはもう全然違うらしいです。もう今はねフィジカルやばいらしいです。結構頭で戦うゲームかなと思ってたんですけど、実際それは間違ってないと思うんですけど、もう今フィジカルやばいらしいです。なんかみんなのそのなんだろう、マクロみたいなのが固定化されて、そこはもうあんま上限ないってことだから、本当ミクロの部分が大事ってこと。結構若い子 VV らしいです。そうなんだ。なるほどね。確かにもうユナイト言うても何年目とかなんだろう。いやもう長いっすよ、4年目とかだったと思うんで。最近は極まってきてんだね。もう極まってきてるらしいです。多分今やったら多分1分でもう終わらせられるゲーム多分1分でコロ1分で殺すのしてされるってことか。ポケモンの世界でコロはまずいんで。そうだね、瀕死だから。そうっす。ちゃんと生きてるからね。そうか、そういうこともありつつか。なるほどね。いやこれからも頑張っていきたいけどね。いや頑張っていきたいですね。いや大会マジで頑張ってほしいな。応援やな。そうだよな。なんかな、ポケモンはな、なんかすごいスマブラはなんかあんまり大会に向けての練習ないみたいなこと言ってたけど、ポケモンとかマジで情報戦だったりとかねするから、めっちゃ配信とかできなくなっちゃうな。なんか確かにバレたらあかんもんね。
まあそれもあるし、なんか精神的に追い詰められてなんか配信する気が起こんないんだよな。ああもうそもそもね、モチベーション的なもう本気で大会の方見すぎてね、そうなんか世間的に流行ってる、まあ、誰でも知ってるようなやつ使って、配信するとかって別にできるわけじゃん。その情報バレとか気にせず、でもそれすらもうなんか精神的にきつくてできないみたいな、マジか。大変やな感じになったりねしてしまうんだよな。それは大変だな。まあだからその時本当全然配信も動画もしないから収入ないみたいまあでもね、ポケモン結構思うのは、ポケモンってやっぱ公式大会しかないじゃないですか。まあしかないわけじゃないけどやっぱでかいじゃないですか。そうだね。スマブラってやっぱ非公式大会で、大会も多いから、まあ正直負けても、まあ負けた時泣くぐらい悔しい時があるんですけど、もちろん、クソでかい大会の時とかは特になんですけど、まあ言うても負けても、まあ次あるんですよ。やっぱ公式大会年一とか特にやっぱ、勝ちというか、まあ負けるともう次遠いから。そうなんだよ。実際なんか重みはやばいっすよ。いや重みやばいよ。ユナイトの時に初めて経験したんですよそれを。ああ確かにそれで言うとね結構似てるもんね。年一しか世界大会なくて権利がけの大会も大会負けれないから、みたいのは初めて俺はやっぱ公式大会っていうのに挑戦したのはその時なんですけど、だからやっぱねちょっと違ったっすね。負けらんないな。まあ仲間がいたっていうのもあるけど、なのでそこは結構スマブラと違うのかなとは思うんですけどね。いやそうなんだよ。なんかね1年に1回しか世界大会なくて、で世界取るのにもめっちゃひりついて頑張って、でそんだけ人生かけて1年間丸々やってきた大会で負けるのがマジでストレスみたいな。だからそうだよね。そう負けたくなくて頑張ったら頑張っただけその時間無駄にするじゃないけど、なんか成果が欲しくて、大会前めっちゃストレスあるみたいな。いやそれは間違いないね。なんかそういう感じなんだよな。頑張れば 100% 成果得られるわけじゃなさすぎて。いやそうどう考えてもね。どう考えても運で破壊されるからそこも込みでなんかそうだよ、俺が頑張った成果出ろって祈るしかないっていうね、のめっちゃあるんだよな。ザクレさんってシングルしかやったことないんでしょ。そう、まあ、ダブルは意味不明。何もわかんないですね。俺動画やっぱ見てるって言ってたけど、なんでここでこの技選択したんみたいなやつばっかり。なるほどね。範囲技が強いことしか知らない。岩だれみたいな。そうだね。以外何も知らない。範囲技強い。やっぱね難しいとか本当に考えることが多いとかで言うとすごいとっつきづらくもあるし、観戦してても意味不明とかあるのかもな。言うて見てんのはおもろいですけど。解説する側もな相当やってないと追いつけないというか、なんでこうしたのみたいな。あとプレイヤーも普通に めっちゃミスるし、世界大会のトップ4の試合とかでもめちゃくちゃ下手やんみたいなあるやっぱあるんだ。そうある、めちゃくちゃある。そうスマブラとかだとなんか何戦やるんだ BO なんとかとか BO5 が多いですね今は。もう BO5 とか試合が短いからね、全部ありえないほど下手とかって多分あんま なさそうな気がするけど、ないはないっすね。一瞬ミスってなんか隙を与えちゃったとかはあるかもしれないけど、全体通して全然うまいじゃん。でもポケモンはめちゃくちゃずっと下手とかもあるんだよ世界トップ4とかでもどうしたみたいな、急にどうしたみたいなやつあるんだ。全然あるからね。そういう意味でもちょっと儚さとかはあったりするからね。ワンボタンだからね、技選択ピッピッってやるだけだからね。そうそれに全ての重みがかかってるからやばいよねかなり重いからねそうかまあダブルもやってほしいけどね。ポケモンマジで競技的にやるの想像できないよ自分が。プレッシャーに押しつぶされそうだもんねマジで技選択のまあ俺もほんと気が気じゃない思いでずっとやってるよ。なんか全然別のジャンルですけど、最近シャドバをやってるんですよ。そうなんだね。シャドバってそのポケモンとはちゃうけど、言うてその単性で、ちょっとジャンル的にはスマブラ寄りっていうよりはポケモン寄りじゃないですか。そうかそうだね。単性でどちらかといえばスマブラよりはポケモンよりだなだいぶね。いやその考える時間があって単性でみたいな、相手のターンやることないじゃないですか。やっぱないね。もちろん頭は働かしてるけどやることないじゃないですか。
あの時間緊張でなんかやばいんですよね。なんか頭マジバグりそうになったんですけど、そうなんだ。絶対ポケモンでも同じことあるよなと思ってシャドウはね僕も結構やってたんだよな。あ、そうなんだ。うん。まあシャドウは無印の頃に、うん、まあなかなかやってて、でビヨンドはマジでなんて言うんだろうな、マスターかまで行ってないな。多分6万ポイントぐらいしかない。あ、まあまあでも言うて触ってる方。最初だけちょっとやってたんだけど、まあ、ほんとだいぶやってない方だけど、まあでも面白いんだよな。おもろい。シャドウはめっちゃおもろいけど、マジでなんかポケモンとかで生き抜くためにシャドウにドハマりしたらちょっと死ぬ、それはそう、うん、今なんて一番やった方がいいからね、ポケモンね。っていうのであんま時間がね取れなくてあれなんだけどね、やりたくはあるんだけどな。本当にめっちゃ難しいな。スプラトゥーンもめっちゃやりたいし時間ないけどポケモンは時間食うからな、1試合も長いし考える時間もめっちゃ長いからな。そうなんだよな。まあまあしばらくは世界大会までは他のゲームはあんまりできないな。間違いない。まあ、ちょっと正直スプラトゥーンめっちゃやりたいんだけどね特にモチベ的には今盛り上がってるらしいじゃん。盛り上がってんね本当に。久々にやりたいもんね、スプラトゥーン。本当にまだいつかなんかのお呼ばれ大会でピエロ・ザクレイが奇跡的な共演も全然ありえたりしそうだけど、大会終わったらねやろうマジやりたい。で最近なんか他のゲーム何やってる？シャドウバイが。俺は結構ねいろいろやるっすよマジで。その時期によって、最近はロールをリーグオブレジェンドやってるし、シャドウバもやってるし、まあ時期的にはストロークとかやってた時もあったしみたいな、結構いろいろ触ってるんですけど、ミラーさんなんかやるんですか？俺はねマジでやってないかもな。まあ、でもなんか時間ないけど一番やりたいのはスプラトゥーンで、でシャドウバースもまあ言うなればやりたいしね。他はなんだろう、まあ、アナログだけどポケモンカードとかは結構やってるね。ポケカね。いや、ポケカ俺もねやりたいんですけどね、ちょっと友達がいないから。あ、そうなんだ。いつもシーズン代わりで置いてかれるんですよね年に1回使えるねカードがなんかこっそり入れ替わったりとか、診断とかもね何ヶ月かに1回、ほんで2ヶ月とかに1回とか出たりとかするから、追いつくの大変とか。追いつけないですね。気づいたらなんか新しいカード出てて、置いてかれてるです。一応ゾロワークのデッキとか作ったんですけど。あ、そうなんだ。そうなんだ。なるほどね。じゃあもう全然できるっちゃできるの？もう全然できるっす。なるほどね。まあそんぐらいかな。いいなポケカ。他なんかあるかな。あ、なんかアモンガスとかアモアス最近はあんまやってないけど最近やったんだよな。なんかアモアスか、まあ、意味不明にまあなんだかんだちょっとやったらおもろいなって。いやマジおもろいっすね。なんだかんだ別のゲームっていうのあるけど、なんかそうだな、なんか FPS 系はなんかほんと全然やらないから、あんまやらないっすね。そういう交流があんまないんだよな。なんかそういう銃系のゲームスプラトゥーン以外やったことないから。俺もあんまないですね。ちょっとぐらいしかないです。あ、そうなんだ、そういうのやってる人たちってなんか結構交流あったりするじゃん。なんか、そういう大会がねなんか確かにあったりとかで、いろんな界隈でチーム組んでやるとか。実際別のゲームやるとやっぱ交流広がるといいっすよね。ね、そういう羨ましいんだよね、そこはね頑張っていかないと。今だとでもねポケモンいろんな人が始めてね、盛り上がってるからすごい。そう盛り上がってるんだけどね。でもね、そう本当に、まあ、大体みんなすぐシングルをまずやるから。まあそれはそう。だからねダブル始めてもらうのが難しくはあるな。シングルも盛り上がってるからね。シングルとか盛り上がりしてるからね。いやほんとねむずいんだよね。それもうダブルの良さをもうそれも広めていかないと。それは頑張ってんだけどね頑張ってはいるか。そうザクレさんも言ってる通り、
ダブル難しい印象があるから、そこをね、でも実際難しいっちゃ難しいから。難しい、シングルですら別に難しいから、そうだよね、俺も俺でシングルできないからね逆にね、全然逆にできないし、シングルはシングルなりの定石とかもあったりするから、でそれを全く理解してないし、で環境も分かんないし、強い配分とかも分かんないし、選出も分かんないし、シングルはシングルでは全く分からないなっていうふうに。ダブルのじゃあ講師動画をもうでも何教えていいか分かんないんだよねうずいなんかそこも本当に。いやあったら見るけどな。いや本当にでもそれ長年の課題なんだよな。もう何から解説すればいいのかとか分かんないんだよな本当にっていうのはあるから、とりあえずは本当にできることやってるというかね、ひたむきに、この場面でのできる限りの解説はしつつ、あとは大会で頑張ってる姿をみんなにお届けして、なんか盛り上がってもらえるようにね。世界大会もし優勝したらもうそらダブルみんなやるかもしれないからねいやそれはビールさん優勝したのマジっつってダブル興味持つ人それはたくさんいるだろうから、それを頑張んないとね。そうね、いろんな形でダブル盛り上げて、そうだね、やってくれる人、見てくれる人を増やしていければ確かにねなとはね思ってますから、頑張ってくださいマジで。いや今回も着いたね。よし、もう着いたか。運転手さんありがとうございます。ありがとうございます。また同じ運転手さんだったらびっくりするけど、さすがに次は違うか。また迎えに来てください。はいということで、ゲームしましょう。よし、今日お願いします。はい。もしもし、すいません。配車1台お願いします。渋谷の吉本の劇場前で、金髪ロン毛です。